おはようございます。ありがとうございます。今のご挨拶の流れでもう少しだけご挨拶をちょっと続けさせていただきたいんですけれども、今からちょっとだけ言い方を変えてもう一度ご挨拶をさせていただきますので、今のように普通におはようございますで返してください。おはようございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様ですって言っちゃってるんですけど、おはようございます、おはようございます。ありがとうございます。Good morning。できるかな。おはようございます。ありがとうございます。今のお話はちょっと後でさせていただくんですけれども、私大原大二郎と申します。普段はグラフィックデザインを仕事にしております。仕事ではいろんな道具を使います。鉛筆や消しゴムや紙、あと定規とかパソコンも使いますし、スキャナーやプリンター、事務所にはいろんな道具があふれてます。ここにいらっしゃる皆さんもいろんなご職業の方がいらっしゃると思うんですけれども、さまざまな道具を普段お仕事で使われていると思います。で、仕事だけじゃなくって、日常的な例えば料理を作るとか掃除をするとか洗濯をするとか、そういう場面でも道具は欠かせないと思います。で、例えば料理をする時のフライパンや包丁、あとは掃除をする時のちりとりやほうき、こういうものを普段から使っていると思うんですけども、今発していただいた「おはようございます」みたいな言葉もそうですし、皆さんが書く文字、これも一個コミュニケーションの道具だと僕は思っています。で、こういうものは例えば目的がはっきりしているので、どのように使うかっていうのは何気なくっていうか、そのまま当たり前のように使っていると思うんですけれども、こういうものの使い方、方法を変えてみたり、環境、使う場所を変えてみたりするとどんなことが起こるかちょっと考えてみていただきたいんですけれども、例えばひょっとしたらフライパンで文字が書けるかもしれない、あるいはほうきで音が奏でられるかもしれない。そのようにちょっとだけ方法を変えてみたり環境を変えてみる。で、言葉や文字、そういうものもちょっとだけ方法や環境を変えてみるとどういう変化が訪れるのか。で、そういうワークショップをいくつか僕は、3つの項目に分けて今までやってきました。1つが道具です。で、2つ目が方法、3つ目が環境です。で、先ほどのご挨拶のことで言うと、最後の声が変わるヘリウム、あれ一つ道具をかませて皆さんとコミュニケーションをとってます。で、支えておはようございますっていうのも方法を変えています。ちょっとだけコミュニケーションの、印象が変わると思います。で、英語でグッモーニング言いました。これは環境をちょっと変えてみます。環境が変わると言葉も変わります、人種も変わります、食べ物も変わったり気候も変わったりする。そんな話をちょっとさせていただきたいんですけれども、まずツール、道具ですね。で、道具に関して、いろんなワークショップをしています。ちょっとご覧いただきたいんですけれども、こちら、夏に小学生とやった文字のワークショップ、文字を書くというワークショップです。で、普段何気なく文字を書いていると思うんですけれども、当たり前のようにして書いている文字、これって文字を書くってどういうことなんだろうねっていうのを改めて考えてみようというワークショップで、こちらペンを使って書いています。普段通りの感じです。で、フリーハンドで書いていると曲がってしまうので、直線を書きたいときは直線定規を使う、曲線や円を書きたいときは円定規とか曲線定規を使ってみる。これは普段から皆さんもやることだと思いますけれども、逆にちょっとだけ文房具を不便にしてみたらどうだろう。例えば手元があんまり見えないように加工してみる。そうすると何が変わるかっていうと、例えばこの子とかはその画面に向かう姿勢が変わります。つまり自分が今どこを描いているんだろうとか、普段観察しない観察が始まります。次に拡張です。ペンを極端に長くしてみる。そうすると何が変わるかっていうと、姿勢が変わりますよね。戦闘態勢に入ります。挑む感じです、画面に。で、これも何が起こっているかっていうと、もちろん姿勢も変わりますし意識も変わりますし、単純に伸ばしただけです。でも自分の体から、可能な範囲がちょっと広がって、身体的な拡張、あとは意識の拡張、少しだけそういう変化が現れます。で、ちょっと不便にしてみる。
が一つ、拡張してみるが一つで、この辺でやってみて思ったんですけれども、これは文房具屋さんで売ってるペンを不便にしたり拡張したりしている。でちょっと仮説を立てました。こちらですね。全ての物体はひょっとしたら文房具になるんじゃないか、つまり、文房具屋さんで売ってないものたちを集めてきて無理やり文房具として使ってみたらどうなるか、そういうワークショップをしてみました。そこでまず海に出かけました。海に出かけてビーチで海岸で、打ち上げられたいろんな漂流物を集めてきます。流木ですとか陶器の破片とか、あとはガラスの破片とか、そういうものを文房具として使ったらどうなるんだろう、こんな感じでインクをつけて書いていきます。意外に書けるんですね。で、写真の上の方が陶器の破片で、下の方がそれを使って文字になります。点って書いてあります。でその陶器の破片の形をトレースしている点の部分とか、こちらだったら苦いって書いてありますけれども、これはタイルかな、なんか拾ったものなんですけれども、ここで何が行われているかっていうと、別に面白い文字を書こうっていうのが目的ではなくて、それも目的なんですけれども、むしろ物との対話なんですね。この形でこのものを使ったら何ができるんだろう、そういうふうにこの辺に落ちているものでも観察と対話が生まれると引き出す力が生まれます。これで何ができるんだろう、そういうことを目的としたワークショップですね。で今、お見せしたのが不便にしてみる、拡張してみる、普段文房具として使われていないものをあえて使ってみる、こういうものって多分皆さんのお仕事でも使えるネタだと思うので、普段使っている道具に対してどのようにアプローチしたらちょっとした変化や、面白さが引き出せるかな、これちょっと考えてみてください。で、次です。方法。こちらもワークショップいろいろやってまして、文字は書くっていうのが結構目的とされてますけれども、例えば見つけるだけ、探すだけでも文字って書けるんじゃないだろうか、そんなことをちょっとこれも仮説ですけど、見えますか。こちら何気ない風景です。高速道路の風景です。でこの中に文字が隠されています。わかりますかね。僕はこの中からこういう文字を出しました。ひらがなで形って書いてあります。もう一回風景に戻します。こんな感じで、別に形を探すっていうよりも、皆さんが何でもよくて自分の名前がこの中にも隠れているかもしれないですし、そういう遊びです。文字採集と呼んでます。でこれ、文字採集で文字を採集するのが割と目的とされている風なんですけれども、これは別にそういうことではなくて、ありふれた風景とか目の前の風景から何かを引き出すという力です。で、昔から人類というか、私たちは自然の風景からいろんなものを引き出してきました。線も形も意味も物語も、これ今線って書いてありますね。でこういう何気ない、路地裏とか道路からも、文字みたいなものももちろん取り出せますけど、もっといろんなアイデアが多分潜んでいると思います。それを、やるエクササイズですね。文字採集です。ここまでちょっと文字の話が中心になってますけれども、言葉、ちょっと言葉の話に戻したいと思います。私たちが使っている言葉はいろんな組み合わせでできてますよね。あの人がしゃべる言葉はなんか独特の組み合わせ方だなみたいなのは、そういう多分、ことだと思うんですけれども、そもそも言葉ってどこから来たのかなと思ってまして、じゃあプロフェッショナル小説家と自分の違いは何だろうとか、みんな誰でも使えるものなのにそれでちゃんとプロフェッショナルがいるっていうのも不思議なことなんですよね。それで、考え出した、ワークショップが文字くじというものです。こちらどういうことかと言いますと、小説とかエッセイとか新聞とかコラムとか、そういうものからたくさんの言葉を短冊状に切り出してきます。短く。でこのようにくじ引きのような状態にしてシャッフルして、それでもう元は何の言葉、誰の言葉だかよく分かんない状態にごちゃ混ぜにします。でそれを2つ紙辺を引き抜きます。そうするとたまたまですけど、偶然新しい文明というのっていう言葉と、確かに重要らしいし、こういう言葉がある人は引き出しました。でこのワークショップはこの前後もしくは真ん中に自分の言葉を足していただいて、一つの
意味の取れる文章を作ってくださいねっていうワークショップです。この方は新しい文明というの冬のこたつと一緒で確かに重要らしいし、いいですよね。でこれはおそらくこの人は数分前には考えてもいなかったような言葉だと思うんですね。でもこれ一個ヒントというか、アクションがあるだけでこんなことが起こってくる。また別の方、外に出ると小さなパラシュ、隙間産業的ですよね。この方は外に出ると小さなパラシュートでちょっとそこまで送ってくれた、隙間産業的ですよね。いいですね。また別の方いきます。また後でもう一度乾杯。皆さんちょっと想像してみてください。自分だったらどんな言葉入れるかな。いいですか。この方はまた後で宇宙で会えたらもう一度乾杯。ちょっとキザだと思いますけど、それでもやっぱりここにセンスが現れる。つまりもし詩を書いてください、なんか面白いこと言ってください、書いてくださいはすごく難しいんですけれども、ここでその自分の個性と向き合う、自分のどんな言葉を普段使ってるんだろうっていうのは人の言葉が与えられたことで生まれる、そんな、ワークショップです。で言葉のワークショップでした。で言葉を書いていくのが記述、文字を書いたりする行為なんですけれども、いろんな方法があると思います。例えば右利きの人が左手で書いてみるとか、足で書いてみるとか、あと天地逆さにして書いてみるとか、これも小学生のワークショップですけど、鏡を見ながら書く、すごい難しいんです。これ家でやってみてください。方法をどんどん書いていく。目つぶっている人の手を持って書いてあげる。目つぶっている人に指示をして、右右右左左そこ上みたいな感じで指示をしながら書かせてあげる。こんなふうにいろんなやり方があると思うんですけれども、文字を書くっていう一つの行為をとってもさまざまな方法が考えられます。小学生やっぱり面白いものでどんどん方法は発明してくれます。走りながら、叫びながらなんとかでみたいな感じで、そういう小学生に限らず皆さんいろんな発想ができると思います。で仕事においてもまず道具の話で方法を変えてみるっていう話が2つ目になります。で最後環境の話になります。環境の話、さっき英語で話しましたけれども、グッモーニングで環境が変わると言語が変わる、いろんなものが変わります。でも変わらないこともいろいろありまして、地球上にかかっている環境要因、例えば重力ですとか圧力、浮力、遠心力、いろいろあると思うんですけれども、不思議なことです。私たちは普段暮らしてて何物とも触れてない瞬間ってないんですよね。肌は絶対洋服と触れてますし、足は地面についてるし、今だったらお尻は椅子についている。だから自分たちが何とも接触したくないってなったら服を脱いでジャンプする、裸になって。でもこれも1秒間ぐらいですね。何にも俺触れてないって言えますけど、これでも君空気と触れてんじゃんって言われたら、この地球上ではなかなか何者とも触れない瞬間っていうのは立ち会えないんですね。でそういうことで言うと、すごく重力が私たちにはかかっていると思います。で文字も同じように重力があって、日本語漢字とかは天地がはっきりしていて上から下に読む歴史があったりとか、欧文、横文字ですねは横に読む、それも一個その地球の重力があったからこそ成立してきたテキストの読み方、文字の書き方なんですけど、例えばこれが無重力空間に行ったら文字ってどうなるんだろうな、バラッバラになって誰も定着してくれない状態になると思います。文字にも横側があって背中があってって、そんなふうになると思います。こんな映像を作ってみました。動いてますかね。これあるいはってひらがなで書いてあるんですけれども、これは CG ではなくて糸と紙で釣ってあるだけです。でそうちょっと読みにくくなったりとか、すごく捉えどころのない世界になると思います。それだけ環境が変わるっていうことを考えるだけでも、文字の在り方とか普段の自分の生活の在り方とか、地球上で暮らしてるんだってちょっとだけ意識してみると面白いのかなと思って、ちょっと考えてみています。その環境の話なんですけど、単純に宇宙空間に行くとか海外に行くとか分かりやすい環境の変化もありますけど、誰しもが持っていて、地球の裏側の人も私たちも持っていて、
すごく理想的な環境があります。それが多分頭の中とか心の中とか身体、ここの環境をもう一度考えると、頭の中はずっと無重力にもできますし、無限の光源にもできますし、そういう意味ではすごく面白い環境がここにあると思ってまして、最初に言ったお話しさせていただいたツール、道具ですね、道具を変えてみたりで方法をちょっと変えてみる、で最後に環境が変わったらどうなるんだろう、それを考えてみるっていうのが、すごくデザイン的なお話なんですけど、デザインはすごくデザイナーのものではないので、すごくシンプルに、もうちょっと手前の話です。日常的な、例えば風景から何が取り出せるか、日常的に使っている道具から何が取り出せるか、どんな組み合わせでどんなことができるのか、そういうことをちょっと考えてみていただきたく、今回はこのようにお話をさせていただいています。ツール、方法、環境、この3つできれば持ち帰っていつでも使えるネタだと思いますので、割とデザインとかアイデアシンキングみたいなのは感性とか個性とかインスピレーションとかちょっと捉えどころのない言葉で語られがちなんですけれども、もうちょっと手前でこういう目の前の道具や環境方法の組み合わせ、引いてみたり足してみたり自分の概念を足したりして、応用してぜひ自分のお仕事とか普段の生活ちょっとだけでも楽しくなればいいな、ヒントになればいいなと思ってお話しさせていただきました。どうもありがとうございます。